行くぞ。撃墜王狩りだ。貴様、本当は何者だ。ただのプリンさ。俺の生み出す鉄は信念の形。故に悪人どもは俺を恐れてこう呼ぶ。鉄の信念、アイアンジェイルト。私はナナ、そこの移動酒場の主人やってんだ。リヒト、伝説の撃墜王だってさ。あんた知らないかい？ナナさん、僕もご飯。金、働かざる者食うべからずって言葉知ってる？ジェイル・マードック役の梅原裕次郎です。ナナ役の伊藤静香です。序盤に読んでた印象というか、最初の作品の印象とだんだん変わってくるというか、なんか確かにネタバレにならないように喋るのが難しいほどこう結構世界観とかも変わっていったりだとか、その秘密、世界の秘密みたいなのがだんだんこう明らかになっていくっていうのがやっぱり面白いんじゃないかなって僕は思いますね。なんかそのメインにあるそのシリアスなストーリーと、あと一転して急にコメディになったり、そうですね、急にエロ挟んできたり結構その切り替わりというか、1話の中でもどんどんなるね。急にシリアスになったり、本当だいたいギャグもちゃんと挟んであって、それがすごい面白かったですので、それがなんかすごい魅力の一つかなと思います。僕が演じたジェイルは本当に軍人であって、彼の中にものすごい強い信念、そこが彼のなんかこう生きる原動力でもあるので、そこを大切にしているキャラクターではあるんですけど、その中でこう最初は結構怖いというか、なんか最初ね、嫌なやつ、嫌なやつ、そうですね。リヒトとかそういう主人公側からしたらちょっと嫌な人というか怖い人っていうところから始まるのが、だんだんとこうそのリヒトと接していくことによって、柔らかい部分だとか、信念がありつつも、この人ちゃんと優しい人なんだなっていうのが徐々に見えていくので、そこがジェイルの魅力なんじゃないかなって。でも演じる上では結構こう軍人だからシャキッとしてないといけないというか、ハキハキ喋るっていうところが、僕は本当にダラダラ喋る人なので。そうだっけ？そうなんですよ。僕の、本質的にはすごいダラダラしてる人なので、そのシャキッと感を出すのが最初の本当 2,3 話は苦労しましたね。そうだったんだ。全然感じなかった。本当ですか？はい、すごい、さすが。悩んでましたけどね。そうだったんだ。ナナさんはどうですか？そうです。ナナは移動酒場みたいなのをやってる、移動酒場を一人で切り盛りしてる女性なんですけども、パッキリした性格で、リヒトと一緒にいることが結構多くって、リヒトがこう入り浸ってるじゃないですけど、でご飯食わせてって言ってやってくるみたいなところで、そのただ飯は食わせないし、結構厳しいとこもありつつ、愛を持ってリヒトに接してる人ですね。キビキビ一人で切り盛りしてるので、キリッとした雰囲気はあるんですけど、私なんかね、結構可愛らしく見えたので、可愛めに最初作って演じたんですよ。そのなんて言うんだろう、若いなと、若く見えたんで若いなと思って演じてみたところ、ちょっと伊藤さんもうちょっとババアでって言われてそんなディレクションある？いや、もうちょっとババアでお願いしますって言われて、もうちょっと経験がある感じでみたいなそんな感じで、ちょっと私も最初のキャラクターがここってなるまで少し動いたりしましたけども、でもなんかその可愛さを感じたっていうところと、あとディレクションの経験がものすごいあるっていうところはかなり後々聞いてくるというか、そうなんだよね。お話のなんかこう根本じゃないですけど、ガラッと変わるところでやっぱナナさんがキーパーソンになるんでね。そうなりますね。私最初、ナナ
っていうのもあって、私もお酒がすごい好きなんで分かりやすいと思うんですけど、お酒を飲んだ数で上がる、記憶をなくした数で下がる、もうすぐアビス送りです。すぐゼロになっちゃいます。すぐゼロ、すぐマイナスになっちゃうから、これダメだな。あ、確かにマイナスになっちゃうっていうところを考えると難しいですね。そう、何をしたら減るかも考えないといけないわけでしょ。僕はなんだろう、難しい。何かをこう諦めた数。うっそネガティブ諦めたらカウントが上がってくるんで、多分僕今本当100カウントぐらい。本当？そんなに諦めてきてる？いや、いろんなものを捨てて諦めた結果が今なんで。すごい最高じゃないですか。いや本当いろんなものをこう、取捨選択、いい意味で言えば、あれもこれもじゃなくてあれかこれかでこう選択してって今があるので。じゃあ減る時はどんな時？夢を持った時？夢を持った時。夢とか希望を持った瞬間、アビス送りです。なんかいいんだか悪いんだか分かんないけどちょっと面白いな。そうですね、プランダラーという作品は本当になんかこう、最初はこうどんな世界観なんだろうとか、いろんなことが疑問が、多い作品ではあると思うんですけれども、徐々に世界の構造だとか、キャラクターの謎とかまだ隠されている部分が徐々にこう明らかになっていくので、その様を楽しんでいただければいいかなと思います。単純にお話も楽しくてギャグパートもあり、ちょっとエッチなシーンもあったりとかで、真剣なかっこいいシーンもあるので、いろんなキャラクターの面も楽しめる作品だと思うので、ぜひともよろしくお願いします。はい、本当に作り込まれた世界観の中で、リヒトをはじめジェルもナナもヒナもみんなそうですけど、キャラクター一人一人ものすごく生き生きと、動く作品なので、いろんなキャラクターに感情移入して見ていただくもよし、ジェルムカつくなこの野郎って思ってくれるもよし、好きなキャラクターたくさん見つかると思いますので、一人一人の深いところまで楽しんでいただけると嬉しいなと思います。